こんにちは、アルシチャンネルです。今回はあなたの幸せを呼び寄せる香りの雑学知識です。香りというのは五感の中で唯一本能に結びついている感覚だそうです。この香りというのは人の心を左右し、日常生活に大きく影響を与えます。この本では自宅でできる簡単なアロマテラピーや香りの効能についてご紹介していきます。早速見ていきましょう。香りの歴史。何百年前もの昔から人類は地球上に生存していますが、他の生き物たちと決定的に違ったのは火を使うことを覚えた点です。実は人類の香りの歴史はこの時に始まったのです。ありとあらゆるものを炎にくべていく中で、うっとりとするような甘い香りの樹木も発見されていきました。英語のパフューム、香水や香料という意味ですが、この語源はラテン語のペルフムから来ています。ペルフムは煙を通してという意味です。香りの起源が草や木を焚くことだったということを表しています。原始社会では日々の食べ物の確保や病気の治療に至るまで神々に救いの手を求めていました。当時の人々が共同体を維持していく上で神々に畏敬の念を表し救いを求めるのはごく当たり前のことでした。こうして祈りを捧げる儀式が生まれました。儀式を執り行う者は身を清め、体には香油を塗りました。祭壇では生贄が捧げられ、香木などが焚かれました。それが発する香りは生贄の血の匂いを消すと同時に、美しく透明な紫の煙が人々の願いや祈りを天の神に届けるものと信じられていたのです。さらにこうした香りが精神の集中に役立つことにも古代の人々は気づいていたと思われます。このように香料は太古の昔から人々の信仰の生活と切っても切れない重要なものとして根付いていったのです。これは世界各地で共通して見られることでした。今でも仏教や神道、キリスト教やイスラム教などの宗教ではお香や香油を儀式に用いています。日本に仏教が伝わるとともに香の文化が伝わってきましたが、あくまでも仏教の儀式の際に使うものでした。ところが京都に都が移り平安時代になると、貴族の人々は生活の中のおしゃれとして香の文化を楽しむようになりました。それは仏に備える香りではなく、自分の部屋や衣服、髪などに香りを炊き込むものでした。これを一般に空焚き物と呼んでいました。空焚き物とは香木を炊くのではなく、様々な香料を練り合わせ、固めたものを乾燥させ、必要な時にいつでも使えるように保存した練り香のことです。この調合法を初めて日本に伝えたのは鑑真和上だと言われています。空焚き物は香料の配合によって好みの香りを作ることができます。平安の貴族たちはこの新しい流行に飛びついたのです。四季折々のイメージを香りで表現するなど、思考を凝らしたものだったようです。源氏物語は平安貴族の恋愛や生活について詳細に語っていますが、空焚き物の香りについてもしばしば述べられています。例えば、空焚き物の香りが心にくく漂い、名香の香りなどもあたりに満ちているのですが、お袖の追い風がひとしおお匂い渡りますので、奥に隠れている人々もなんとなく胸を躍らせる様子です。このように優雅に香りの演出を楽しむ習慣が平安貴族に定着していったのです。香りの優劣を競う焚き物合わせや香合わせなどのゲームも編み出しました。その手順や手法などが一つのルールとなって、香道という香りの文化が本格的に形成されていくことになります。中世ヨーロッパではペストが猛威を振るった時期がありました。このペストのための防御策として、香りのある植物を燻蒸する方法がしばしば用いられました。他にもガーリックやカーネーションの匂いを嗅ぐなどの方法が行われたといいます。このように中世のヨーロッパでは香りで病気を治したり予防するものが当たり前のものとして受け入れられていたようです。貴族を中心とした香料や香水の香りの文化には美容的な側面もありますが、医療的な機能に重きを置いていたことが伺えます。
例えば15世紀の縫工技術が発達したイタリアでは、手袋を作る職人は体の匂いを隠すために芳香油をつけていましたが、これらのような伝染病が流行った時にも手袋職人たちはほとんどかからなかったと言います。これは芳香油に含まれる植物の抽出液の殺菌効果のおかげだと思います。また当時ヨーロッパの人々には日本人のように風呂に入る習慣がありませんでした。その代わり貴族たちは香水を体に振りかけていたと言われます。次に嗅覚の不思議について見ていきましょう。ご存知のように人間の感覚には嗅覚の他に視覚、聴覚、触覚、味覚があります。さて人間はこの五感を一体どこで感じているのでしょうか。簡単に言えば大脳ですが、もう少し詳しく見てみると、大脳は脳幹から左右に膨らんで発達しています。その脳幹の付け根、大脳の方から見て端の方にある大脳辺縁系と呼ばれる部分で感じているのです。嗅覚以外の感覚は最初に脳の表面にある大脳皮質に到達し、そこから大脳辺縁系に伝わります。しかし、嗅覚だけは大脳辺縁系に直行します。かつては大脳辺縁系のことを匂いを嗅ぐ脳という意味で嗅脳と呼んでいました。この大脳辺縁系は7000万年も前から私たちの祖先が発達させてきた原始的な脳の一つで、本能と直結している脳です。そして複雑な回路を持っていて、快楽や苦痛といった人間の感情的な反応や記憶にも強く結びついています。例えば甘いコロンの香りにかつてお付き合いした男性を思い浮かべたり、嗅覚を失った人が食欲をなくしてしまったりということです。匂いはここを通じて脳下垂体などに伝えられ、自律神経系やホルモン系の反応を引き起こします。こうなると私たちの日常生活や発達していく過程において香りが及ぼしている影響は普段私たちが考えているより大きいものがあるようです。五感の中でも嗅覚だけが脳と直結していることもそれを物語っている気がしませんか。犬は人間の100万倍の嗅覚を持っていると言われますが、大昔には人間もかなり嗅覚が鋭かったという話はご存知でしょうか。オーストラリア・タスマニア島のタスマニア大学ストダード博士によれば、人類がアフリカの森林に住んでいた頃、今から300万年くらいの話ですが、その頃も各家族で一人の男性と一人もしくは数人の女性と子供がグループで生活していたようです。この頃の女性は発情期になると尿の中にフェロモンを出し男性を誘っていたというのです。そのフェロモンを感じるために嗅覚はとても発達していたというのです。やがて草原に馬や牛のような動物が出現するようになり、一人で狩猟をすることが難しくなってきたため、人類は集団生活をするようになります。このような社会では女性がフェロモンを出して男性がそれを感じ取るというような敏感な嗅覚を持っていると、集団の秩序の維持が難しくなってしまいます。そこで女性はフェロモンを出すことがなくなり、男性の嗅覚も衰えていったのだというのです。また他の話として、文明が発達したことで食べ物を探して歩く必要がなくなり、知識や経験だけで食べられるものと食べられないものを区別できるようになったので、嗅覚は衰退したという説もあります。目に見えない香りは現代社会においてその大切さが忘れ去られてきたように思います。朝起きて家を出る、車や電車やバスに乗る。その時に私たちは外の匂い、車の中の匂い、また学校や会社の匂いを感じます。匂いには40万以上の種類がありますので、どんなところに行っても何らかの匂いを感じます。しかし電車に乗った瞬間に感じた様々な香料と汗の混じったムッとするような匂いも、しばらくするとそのうち消えてしまったかのように感じなくなります。本当にその匂いが消えてしまったのでしょうか。そうではありません。私たちの鼻の方が感じなくなってしまうのです。どんなに素敵な香水の香りでも身につけてからしばらくすると自分では感じなくなってついついたくさん使ってみたりするのと同じです。その匂いに慣れて感じなくなることを嗅覚の疲労と言います。
嗅覚というのはとても疲れやすいものなのです。このため、香水の調香師など香りの専門家は続けて香りを嗅ぎすぎて嗅覚の疲労を起こさないように一定の間隔で外の空気を吸うようにしているし、国家資格である臭気鑑定士は法律により匂いを鑑定する時間が1日2時間までに制限されているほどです。私たちが無臭だと感じているのは、その匂いのある状態に長い時間いたために自分の体臭も含めて慣れてしまった状態だと言えます。香りが記憶を呼び覚ます。久しぶりに会った学生時代の友人と喫茶店に入り、当時よく飲んでいたものを注文したとします。そして運ばれてきたシナモンティー。その香りを嗅いだ途端、学生時代の思い出が鮮やかに蘇ってくる。そんな経験はないでしょうか。実は香りには記憶を呼び覚ます効果があるのです。フランスの代表的な作家、マルセル・プルーストの失われた時を求めてという小説は、紅茶の中に浸したマドレーヌを食べた時、突然忘れていた幼児からの記憶が蘇り、それが13巻もの長い話になっています。そこで香りから記憶が呼び覚まされることをプルースト効果と呼んでいます。アメリカのイェール大学のシャプ教授はチョコレートを使って実験をしました。まず40個の形容詞、例えば大きい、美しいなどのリストを見せて、その反対の意味を持つ形容詞をそれぞれ並べて書かせます。24時間後にその反対語をできるだけたくさん思い出させます。この実験をチョコレートの香りのある時とない時で比較したところ、チョコレートの香りのある時が反対語を思い出す確率が良かったことが分かっています。香りが記憶を呼び覚ますプルースト効果が実証されています。また人間の嗅覚の記憶は視覚の記憶などに比べると長い間保たれます。これは嗅覚のメカニズムで見たように、五感の中で嗅覚だけが直接脳に伝わり、その時の感情がそのまま記憶されるからです。次にアロマテラピー基本講座を見ていきましょう。遥か古代の昔から人間は植物の香りを生活の中で様々に活かし利用してきました。料理に使うスパイスやハーブ、漢方薬や薬膳料理、柚子湯や菖蒲湯、かぐわしい香りのヒノキ風呂など様々です。ただ香りが心地よいというばかりではなく、健康にしたりリラックスさせたりと体や精神に良い効能があることを人類は経験的に知っていたのでしょう。アロマテラピーもそのように自然に受け継がれてきたものの一つです。植物から香りの化学物質を抽出し、それを薄めたものを利用してマッサージするなどの方法で美容や健康に役立てるのです。このような方法は5000万年前からあったと言われます。アロマは香り、テラピーは療法の意味で、その方法を体系づけたフランスの科学者ルネ・モーレス・ガット・フォッセが初めて使いました。彼は香料会社で調香などをしていましたが、ある日実験室で爆発が起こって手に火傷を負ってしまい、とっさに近くにあったラベンダーオイルに患部を浸しました。ラベンダーオイルが火傷に良いと言われていたのを知っていたのです。すると驚くほどの速さで痛みや腫れが引き、傷跡もきれいに治ったと言います。この効能に注目した彼は早速研究を始め、1928年にアロマテラピーという本にまとめました。中でも特に強調しているのはエッセンシャルオイルの殺菌効果と皮膚への浸透性。エッセンシャルオイルを塗ると皮膚から吸収されて体液、細胞、血液と浸透し、体中に効果がもたらされるといいます。現在欧米では鼻からの香りの吸入、マッサージ、入浴をはじめとする療法が病院で行われているほか、様々な新しい利用法が工夫されています。さて、家庭で行えるアロマテラピーの方法をご紹介しましょう。生活にうまく取り入れて楽しみながら行えば効果的です。吸入、香りを嗅ぐ方法です。最も簡単なのはティッシュや枕などにエッセンシャルオイルを数滴つけて自然に漂う方向を吸い込みます。熱湯に数滴垂らして
蒸気とともに吸入する方法やエッセンシャルオイルの霧を部屋中に巻く方法はより強力に吸入できます。ランプや照明の電球にオイルをつけておく方法もありますが、これは熱によってエッセンシャルオイルを気化させるため治療効果が少なくなってしまいます。次に入浴。浴槽のお湯にエッセンシャルオイルを垂らしてから最低でも15分間ゆっくりと浸かります。湯気に乗った成分を吸収し、温まって開いた毛穴からも吸収できます。神経や筋肉の緊張もほぐれているので効果はより増幅されます。次は湿布。オイルを垂らしたお湯に布を浸し軽く絞ります。これを皮膚のトラブルのあるところや痛いところに直接当てて安静にします。ラップで包み温めると成分が逃げにくくなります。次はマッサージ。エッセンシャルオイルは植物の成分を凝縮したエキスなので直接肌につけると害になることもあります。純度の高い植物性油で薄めて使いましょう。マッサージは皮膚を通してオイルを浸透させ、血液の循環を良くし、神経の緊張をほぐします。目的に合わせて方法を選びましょう。例えば筋肉痛など肉体的な苦痛を治すためには成分を吸収させる必要があるので、入浴や湿布、マッサージなどが有効です。ここでアロマテラピーに欠かせないエッセンシャルオイルについて少しお話ししましょう。植物の花や葉、果実の皮などに含まれている揮発性の高い物質で、それぞれ独自の香りで保水の働きもあり、植物にとっては重要な役目を果たしています。これを水蒸気蒸留法などで抽出したものをエッセンシャルオイルと呼んでいます。エッセンシャルオイルはハーブ専門店やデパートの専門コーナーで買います。特に初めて購入するときは専門のスタッフがいるお店で購入しましょう。また具体的な目的はなく、どれを選んで良いかわからないときは、まず自分の好みの香りを知ることです。実際に嗅いでみて惹かれる香りには、その時必要としている成分が入っているものです。鎮静効果のある香りに惹かれるなら、知らず知らずのうちにストレスが溜まっているのかもしれません。また市販のエッセンシャルオイルは、溶剤で薄めたものや合成のものなどもありますが、アロマテラピーには必ず天然のものを使いましょう。次に、アロマテラピーの一つ、マッサージをする時のオイルの作り方をご紹介しましょう。植物性油に薄めて使います。この植物性油はマッサージのための潤滑油の働きや体内に浸透するのを助ける役目があり、これをキャリアオイルと言います。100% ピュアなものを使いましょう。エッセンシャルオイルを置いてある店ならどこでも買えるはずです。種類によって特徴があるので主なものをご紹介します。肌の浸透率の良いものはアボカドオイルやヘーゼルナッツオイル。栄養価という点ではスイートアーモンドオイルも優秀。皮膚を柔らかくする作用もありよく使われます。アプリコットオイル、サンフラワーオイルなどはビタミンを含みます。ブドウの種から取ったグレープシードオイルは刺激が弱く日持ちがするのでポピュラーです。キャリアオイルは空気に触れると酸化の恐れがありますが、ホホバオイルは酸化しにくい上にサラサラとした使い心地で便利です。さてキャリアオイルを選んだらこれにエッセンシャルオイルを加えます。濃度としてはキャリアオイルに対し 1% から 3% のエッセンシャルオイルを加えます。エッセンシャルオイルを加えたら遮光瓶に移し蓋をしてよく振ります。そしてオイルを片手に取って両手でゆっくりこすり合わせて温めてからマッサージする部分につけます。少しずつ手に取っては温めて体へと繰り返します。基本となるのは撫でさする方法です。血液循環を良くしたりリンパを活性化する効果があります。はじめは力を抜いて少しずつ強くさすっていくようにして最後に力を抜くというようにメリハリをつけてマッサージするのがコツです。肩などは強めにマッサージをすると肩こりや不眠症に効果的です。揉みほぐすマッサージは足や腕の筋肉に有効です。手のひら全体で大きく筋肉に溜まった疲労を揉み出すつもりで行います。次に手軽に使えるエッセンシャルオイルのスプレー。
エッセンシャルオイルを空気中に拡散するのは大変効果的な利用法です。手軽に行うなら霧吹きが便利です。いくつか有用な利用例をご紹介します。蚊やハエなどが多い季節にはレモングラスやメリッサなどレモンの香りがするエッセンシャルオイルを部屋にスプレーしておくと虫除けになります。ベルガモットは脱臭効果が優れているので湿気の多い時期などにリフレッシュできます。日焼けの後にはラベンダーやカモミールなどを使うと肌のトラブルを防げます。殺菌効果が強いユーカリやローズマリーなどは風邪などが流行している時期に使うと効果的です。好みに応じて数種類のオイルをブレンドしても OK です。作り方は簡単で、エッセンシャルオイルを水で薄めてよく振ります。エッセンシャルオイルは完全に水に溶けることはありませんが、振り混ぜてすぐに使えば大丈夫です。使用する容器として理想的なのは、ボトルの部分が陶器やガラスの霧吹きです。家庭によくある霧吹きはプラスチック製のものです。プラスチック製の容器にエッセンシャルオイルを長時間入れておくと化学反応を起こしてオイルが変質する恐れがあるため、プラスチック製の容器を使う場合は1回で使い切れる量のエッセンシャルオイルを入れてスプレー後は速やかに洗い流しましょう。最後に効能別にエッセンシャルオイルをご紹介します。あなたが今ストレスを感じているのなら気持ちをリラックスさせるラベンダー、マージョラム、ネロリ、カモミールなどがおすすめです。さらに元気を取り戻し明るくするにはクラリセージ、ジャスミン、ローズ、ベルガモットなどがおすすめです。お湯に入浴する方法が効果的です。なかなか寝れないときはラベンダー、マジョラムが役に立ちます。深いリラクゼーションへの誘導効果があります。布に少しオイルを含ませて枕元に置いたり、枕に直接つけても良いでしょう。入浴もおすすめです。気分をリフレッシュしたり、仕事に集中したいときは、レモンやベルガモットなど、柑橘系のエッセンシャルオイルを部屋の中に香らせると空気をリフレッシュしてくれます。またペパーミントは眠気を防ぎ、頭をすっきりさせます。精神を高揚させるローズマリーやカルダモンも有効です。肌のトラブルに効果的なエッセンシャルオイルとして、乾燥肌にはゼラニウムやサンダルウッド、イランイランが効果的。少量のオイルで肌を優しく撫でるようにマッサージすると良いでしょう。油症の肌やニキビにはレモンやベルガモット、ラベンダー、ジュニパーなどが効果的。また、お肌の年齢を感じてきたら乳香やラベンダーなど新しい皮膚細胞を目覚めさせる効果のあるものがおすすめです。ただし、顔などの敏感な部分に使用する場合は、最初は濃度を抑えたところから始めてみましょう。記憶力をアップさせたいときは、心を晴れやかにして頭脳明晰作用を持つローズマリーやバジルなどが代表的なエッセンシャルオイルです。特にローズマリーの記憶に及ぼす効果は、古代ギリシャ時代には知られていたといいますから、素晴らしいものがあります。はい、これで本の紹介終わります。香りというのは非常に奥が深く、心や体をコントロールすることができる勉強になります。この本にはまだまだたくさんのアロマテラピーの方法や香りの効能などが紹介されています。ご関心を持たれた方は手に取ってご覧になってみてはいかがでしょうか。ではまた次の本でお会いしましょう。